どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、MacBook Air の15インチ登場しましたので、新しく。実際これどうなのかっていうか、買いなのか、どういった方にね、おすすめなのか見ていきたいかなと思います。なので、この MacBook Air 15インチ、どういうところが変わったのとかですね、今のモデル13インチとか、M1 のモデルとかあるんですけど、他のモデルとじゃあ何が違うのか、比較とかもね、しつつ見たいかなと思います。じゃあ15インチ買うんだったら、例えばじゃあこっちのモデルがいいんじゃないかとか、選び方とかですね、他のMac に関して、プロモデルも含めながら、迷いやすいね、価格とかになってるので、そこら辺も見たいかなと思います。Mac については選び方っていうところで、こちらの動画ね、非常に好評ですので、これを見ていただいてから、この動画見た後でもいいんですけど、見てもらった方が、初心者の方で分かりやすくね、まとめてますので、ぜひね、ご覧いただければなと思います。ということで、早速こちらの方で見ていきたいかなと思います。ということで、MacBook Air ね、15インチ登場しております。で、MacBook Air のね、ページに行くと、この M1 チップのモデルと、この13と今15インチってことで、こちら入っておりまして、これが一番安いというかコスパのいい M1。なんで今、ラインナップとしては、この13インチの MacBook Air M1 チップ、M2 チップの MacBook Air 13インチですね。で、今回この15インチが登場したと。価格はだいたい3万円差ぐらいにはなっておりますね。結構この画面がね、違うっていうところがあるんですけども、一旦ね、細かいところは見ていきたいかなと思います。まずは、MacBook Air というところで、よいしょ。15インチがね、登場いたしました。デザインは全く一緒っていうところなんですが、こんなにも大きい、それでも薄いということで、15インチの今あるパソコンの中で、一番世界で今薄いって言ってたような気がしますね。レティナディスプレイ搭載で、13インチも選べるので、ラインナップがなんで選びやすくなった。もう少し大きい画面も選べるようになったっていう感じですね。M2 チップの驚異的なパワーと、この18時間ですね、最大使えるバッテリー内蔵しております。好きなエアを選ぼう。サイズとカラーを選ぶ。あとはお気に入りの1台と出かけるだけっていうね。ファンレス設計っていうところも同じですね。ファンなので、中に熱を逃がすね、扇風機みたいなのが入ってない構造になります。静かですね。2つの魅力的なサイズ。厚さはかなり薄いですね。今この13インチのモデルも僕使ってるんですけども、1.2センチなんで、1センチちょっとぐらいの厚さでございます。カラーとしては M2 のね、13インチのモデルと一緒で、このミッドナイト、スターライト、スペースグレー、シルバーと、4つのカラーバリエーションになっております。で、それぞれこのマグセーフのね、充電器もカラーに準じて変わってくると。僕はミッドナイト使っております。ただ指紋はめちゃめちゃ目立ちますね。正直ね。スピードもバッテリーも欲張りすぎというところで、性能に関しては一緒ですかね。M1 と比べて最大1.4 倍 CPU だと思うんですけど、12倍。インテルベースの MacBook と比べると、かなり性能は高くなってます。12倍なんで。で、駆動時間は M2、13、15インチともに同じです。この細かいところは後ほどちょっと比較をします。一日中使えるバッテリーでございます。で、一応インテル Core i7 のプロセッサー搭載された、Windows ノートパソコンよりも 50% 高速、バッテリー持ちも良いと。このやっぱ M1、Apple Silicon がやっぱ登場してからかなりですね、高いと言われてた Mac の価格が逆にちょっと Windows よりも性能の割には安くなっているというところですね。M1 と比べると最大18% CPU で GPU が最大35% 高速。今までとここはね、同じっていう感じです。インテル版と比べるともう相当ですね、全然違いますね。正直ね。25倍とかね、Core i7 の Windows ノートパソコン。多分一般的なやつだと思うんですけども、ビデオ編集2倍、インターネット閲覧とか、なかなかコスパが良くなった感じはしますね、かなり。いつものアプリもビュンビュン MacOS の。OS もね、新しく今回出たんですけども、これ、Mac もね、かなり今使いやすくなってて、移行アシスタントですね。これもiPhone みたいな感じで、勝手にね、あとは、移行、全く同じ状態にしてくれるので、ちょっと時間はかかってしまうんですけども、もちろん iPhone とね、相性もいいですし、明らかに勝ち組、ディスプレイ、カメラ、オーディオ。レティナディスプレイですね。10億色対応。同等の Windows のノートパソコンに比べて最大2倍の解像度。画面は普通に綺麗かなっていう感じ。カメラも 1080p 対応しております。マイク。で、今回この15インチで大きい違いとしてはやっぱりこのスピーカーかなと思います。空間オーディオ対応しておりまして、6スピーカーになってます。13インチは4スピーカー、4つのスピーカーだったんですけども、低音の深さっていうのが倍になったと
いうところですね。ここら辺ね、あとキーボードとかに関してはタッチ ID 搭載で、上がこのファンクションキーですね。大きくなった。昔のやつだとこのタッチバーとか、M1 のモデルだとこのボタンがね、結構ちっちゃいんですけど、タッチ ID のところとか。これは M2 になって使いやすくなりました。ロック解除しやすいですね。ポートに関しては15インチも全く一緒で、13インチ同様にこのサンダーボルト、USB-C が2つで、マグセーフポートですね。充電、磁石で充電。で、右側はイヤホンジャックだけです。はい。ここがちょっと使いづらいところではあるんですけども、ハイインピーダンスヘッドホンも対応しています。というところがざっくり概要ですかね。はい。なんでさっき見てもらった通り、エアーはこの M1、M2 で、3モデル展開になりましたね。15インチも増えたので、13インチの MacBook Pro が、まだあります一応。はい、M2 チップで、14、16インチの MacBook Pro があると。この辺かなりねややこしくなってきたんですけども、なんで1、2、3、4、5、6モデルあると。MacBook だけでもなんか Air と Pro だけだったのに、これは最初に言った初心者解説動画で解説してますので、ということでちょっと比較をしていきたいと思います。この比較するっていうところでモデルを比較できるんですけども、今回はねこの出た15インチ Air M2、13インチの M2 モデルと一旦この M1 で比較してみます。カラーは全く一緒なんですけども、M1 デザインがね前のままになっております。これでも使いやすいですけどね、正直ね。コスパはやっぱり M1 かなっていうところ。画面サイズが微妙に違いまして、15.3 インチ、13.6 インチ、13.3 インチというところ。で、チップは M1、M2 で、M1 と M2 の差は正直そんなにないです。性能が少しでもいいのが欲しいんだったら M2 かなっていうところ。普通に使う分には、わかんないです。CPU とか、GPU とか、この辺はね、全く一緒ですね。で、メモリが 24GB まで、載せれますね、M2 のモデルは。ストレージとか、バッテリーとかですね、ここら辺は全く実は一緒なんですよね。15インチも特にバッテリー時間は伸びていないというねところでございます。プロレゾエンコードデコードぐらいですかね、違いは。プロレゾで動画編集するとか、そういうのがあるんですけど、それ使う以外は特にそんな変わんない気がしますね。なんでメモリが 24GB 選択できます。ストレージとか全く一緒ですね、容量は。選択できるものはね。で、ディスプレイに関してもそんなに変わんないかなっていう。微妙にちょっといいのかな、15インチの方が。画面が大きい分広いのかな。はい。で、サイズ感に関しては、13インチ、M1、M2 モデルはほぼ同じっていう感じなんですけど、今回出た15インチが、幅が34センチなんで、意外と奥行きとかもそんな意外とコンパクトだなっていう感じはしました。3、4センチ分ぐらいかな。3、4センチ、幅、奥行きともに違うっていう、高さは変わらない 1.15 センチなんで、15インチのパソコンにしてはかなり薄いんじゃないかなと。はい。で、重量が 1.51 キロになります。M2 と比べるとやっぱりね、300グラムぐらい差はあるので、1.5 キロは15インチのパソコンにしては軽いとは思うんですけども、意外と重量はあるなと。1.5 キロのペットボトル、ぐらいの重さなので、ちょっとこれ持ってみないとなんともだけど、多分ちょっと重みは感じるんじゃないかなと思います。で、カメラとか一緒で、オーディオに関してはさっき言ったこの6スピーカーシステムになったので、ここが M2 の13インチとのおそらく一番大きな違いなんじゃないかなと思います。今回低音がね結構いいんじゃないかなと思います。とは多分一緒だよね。ワイヤレスとかも一応 Bluetooth が 5.3M2 モデルちょっと新しくなってますね。でポート数も同じなんで、M2 のモデルはマグセーフが使えますけど、それぐらいかな。ビデオ2はそんなもんですかね。でバッテリーに関しては全くね今回同じということで15時間と18時間かな。ワイヤレスインターネットで15時間、動画再生で18時間、全く一緒っすね。はい、ただなんか電源アダプターが微妙に 35Wで 70W 必要になったんで、ちょっとなんか微妙ですけど、ただ基本的にはこのエアーの充電器で13インチの充電器で大丈夫なんじゃないかなと思います。それでコンパクトな充電器で充電できるっていうのはいいかなと思いますね、この15インチ。はい、というのが比較でございました。今回ちょっとプロモデルともね比較してみたいと思います。というのもちょっと後ほど見るんですけど、15インチの価格をねこうカスタマイズしていくと結構このプロの値段にね、割と近づいちゃうんで、何が違うのかっていうところですね。で画面サイズプロは14インチと16インチがあります。でスペースグレーとカラーはシルバーだけ。エアーは割とカラーバリはあるかなと。値段はベースモデル、一番安いモデルと比べると10万円以上は変わってきます。はい。ただ微妙にその中身が違うので、単純に比較できないんですけど、画面サイズはでも1インチ差だったらそんなに変わんないんじゃないかなっていう正直。16インチね、ただやっぱ買おうとすると34万、35万ぐらいになっちゃうんで、大きい画面が必要だな。でそんな性能いらないっていう人にはね、この15インチ非常にいい選択肢なんじゃないかなと思いますけど、はい、M2、M2、プロマックスかな。
性能に関してはもちろんプロの方がいいです。 CPU とか、特にやっぱ GPU ですね。コア数がこれ最大ですけど、動画編集とかやっぱり、3D レンダリングとか、どうしてもその画像を使うような、ゲームとかになってくるとかなり差は正直現れるかなというところですね。メモリもマックスかなり96まで載せれる。ストレージも8テラまでいけますし、でバッテリー時間に関してはこれ意外と一緒か、多分15インチの方がいいかなっていう気がしますね。16インチが一番もちろんいいんですけど、14インチよりはちょっと後で見ますね。これもなんで高性能コアと高効率コア M2Max 性能差は正直あると思いますけど、普通に使う分には変わんないですね、正直ね。なんでメモリのかなり選択とかはもちろんプロの方がね32以上載せれます。ストレージもかなりベースが 512GB からになってるんで、これもちょっと後でね見てみます。で15インチでディスプレイに関してはやっぱミニ LED っていうのが入ってるので、プロモデルの方が綺麗で滑らかですね。やっぱり TINA XDR になっておりますので、明るさとかもやっぱり基本的には全部こっちが綺麗ですね、やっぱプロの方が。でサイズ感に関してはプロはねやっぱちょっとごつい。幅はねでもちっちゃいのか。で高さは14インチの方があるんだねやっぱかなりごつい感じはありますね。で 1.6 キロなんで、画面がちっちゃいの14インチの方が重いっていうところで、僕も14インチね使ってたんですけど、結構やっぱ重いです。 1.6 キロで16インチの後2キロ超えになってくるので、持ち運びはそんなにないならプロでいいと思うんですけど、据え置きだったらね、持ち運び多いと結構ここら辺は14インチでも結構肩にきました。僕は持ち歩くの多かったんで、カメラとかは一緒ですね。インカメラでオーディオが原音に忠実な6スピーカー、もちろん15インチも6スピーカーになったんですけども、実際もちろんまだ聞いてないんですけど、プロの方がいいかなと思います。さすがに。でプロモデルは結構音いいです。ここら辺は M2 のね、13インチのモデルも今使ってるんであれですけど、スピーカーの違いは結構感じますね。M2 のモデルはやっぱりどうしてもこの画面のね下からこれ出してるんで、ちょっとカスカスな感じは正直あります。値段相応かなという。そんなもんかな。でも 6E 対応してるのか、この新しいやつはね。あと大きな違いとしてはやっぱりこのポートが全然違いますね。 HDMI と SD カードスロットもついてるんで、そんなもんでしょう。でバッテリーに関してはワイヤレスインターネット15時間なんで、そうだね、14インチよりは多分15インチの方がいいんじゃないかなと思いますね。14インチ特にMAX かな、 M2MAX とかにすると結構、僕はM1MAX 使ってたんですけど、かなりバッテリーの減りは早かった気がします。多分 M1 とかの方が全然いいんで、16インチはさすがにね、いいと思いますけど、その分でかいんで、その分やっぱりそのワット数140ワットとかいるんで、充電器はやっぱどうしてもちょっとでかくなっちゃうかなと思います。14インチぐらいだとまだ小型のあるんですけど、140ワットまでいくとちょっとまだ大きいの必要になってくるんで、そこら辺はねありますね、どうしてもね。なんでやっぱ画面と、ポート、あと価格、性能みたいなところですかね、結構違うのは。で15インチでどんな感じでカスタマイズできるのかというところで、8コア10コア GPU かな。MacBook Airこの15インチ登場してて、これの違いは、ただ、ストレージが多いだけですね。特にあとは変わりません。どっちでもいいです、正直。で選択をしていただいて、でメモリが一応24ギガまでですね。プラス、2.8 万円刻みで、ストレージが512テラ2テラまでいくと11万なんで、なかなか高いなという感じではありますけども、アダプターも選択できますね。で19万8800円で、じゃあ例えばメモリを16にして、ストレージ 512GB ですねにすると、これでいわゆる MacBook Pro の14インチと同じスペックになるわけですが、数値的にはもちろんあっちの方が性能いいんですけど、チップが違うので、25万4800円ぐらいになるので、あと3万ぐらい乗せれば14インチさっきのね買えちゃうわけですよ。いわゆるこいつ28万8000円、って考えるとどうかなっていうこっちの方が重さはあるんで、乗せていくとなんかプロ買ってもいいかなっていうような価格設定にはなってますね。僕だったらでもプロ買うかなっていうところはあります。ただ普通に使う分にはね、この8と、2頃とかだと十分かなと思いますけどね。これなら大きい画面が欲しいならありかなっていうところはあります。動画編集とかやっぱちょっと重めにするんだったら、あとAdobe系のソフトですね。Photoshop とか Lightroom とか、ちょっと重めなので、メモリはあってもいいかなって思うんですけど、8ギガでも正直全然いけます。全然動きます。なんでストレージ512とか2頃で16でもいいと思いますけどね。ここまでいくとちょっとなんかっていう気はするんですけど、悪くないと思うんですけど、でこれだっ
たらプロモデル、ちょっと重いっていうのはあるんですが、例えばこの MacBook Pro の、14インチの M1 Pro ですね。なんで今 M2 Pro なんですけど、1個前の型落ちといっても、M2 よりはね、性能はいいんで、もちろん M1 と M1 Pro なんで、ここら辺ちょっとややこしいんですけど、512ギガ、メモリ16ですね。このモデルだと、大体23万円とか。はい。セール値と22万ぐらいだったんですけど、1テラにするとちょっと高いのがね、もう、今まだ安くないけど、これだったら結構こっちでもいいかなっていう気はしますね。画面も綺麗だし、スピーカーもいいし、性能もいいし、っていうところはあります。正直、僕だったらこっち選ぶかなっていう、正直ね。はい、ただ持ち運びの面とか、薄さとか、性能別にこんないらないよっていう人に関しては15インチでもいいのかなと思います。一番安いにして、こっちの方がやっぱ安いんでねって気はしております。ただこれも割とありかなと。 M1 プロスペースグレイだと同じですね。シティラがなんか安い時あったんですけどね、28万か。そうだよね。結構ありかなと思います。でもポイントが13% 還元なんで、割とありな気がするけどな1テラだとね、コスパは全然こっちの方がいいかなっていうか、 M1 プロで全然いいかなと思いますね。であとはなんとなく見つけたんですけど、M1 とかだと11万ぐらいとかで、これ整備済み品ですがたりとかもありますし、11万円ぐらいかな。ただ新品買ってもどうだろう、12万ぐらいで今あると思うんで、無理に買う必要はないと思うんですけども、でも12万だったら結構安いな。でもこっちがいいかもしれないですね。シルバーないけど、ゴールドとか、これちょっとね、期間によって割と最近上下してるんで、12万ぐらいだったら結構新品だったらいいんじゃないかなと思いますね。一番安い時11万4000円ぐらいだったんですけど、セール時に狙ってもいいですし、M2 の後13インチとかでも、Amazon とかだとね、やっぱりちょっと安いんですよね。15万8000円かな。定価16万4800円ですので、15万6000円ぐらいで買えてしまうので、持ち運び重視なら全然僕これ使ってますけど、やっぱ13インチに軍配が上がるかなと思いますね。Amazon だとやっぱりね、カスタマイズはできないので、メモリは基本8ギガで、ストレージだけちょっと選べるっていうところですね。512にすると確かにね、20万ぐらいになっちゃうんで、これだったら15インチでもいいのかなっていう気はします。画面が大きいのがいいんだったら。で、もしカスタマイズしたい場合であれば、今回この新しいモデルとかは対象外にはなってしまうんですけども、今ちょうど楽天スーパーセールもやってるのかな、やってるんで、11日の明日までか。でもこの楽天リーベイツ、この楽天リーベイツ経由すると、こう見てもらった通りの本当に結構有名サイトがめちゃめちゃありまして、ダイソン 10% とかね、プロちょっと今 1% なんですけど、少しでもお得に買える感じではあります。はい。ただやっぱりこの新しいモデルに関しては基本対象外、15インチは対象外になるんですけども、ミニ M2 とか、でも MacBook Pro は対象ですねでちょっとこれ登録してもらって、このストアに進む。で、最初、リンク下に貼っときますけども、600ポイント僕の場合、なんか紹介コードを持ってるので、こうストア進んで、あとね、Apple のサイトにこう行くので、この還元中みたいな、これはちょっとなんか、プラグインみたいなのを入れてもらうと出てくるんですけど、ここであと普通にですね、15インチちょっと対象じゃないけど、とか、これなんでも、iPhone とかでも何でもいいんですけど、普通に買ってもらってっていう感じですかね。そしたらポイントが、1% 入るので、やることは一緒ですなんでどうせ買うんだったら結構お得かなっていうところはありますね。普通にあと旅行とかね、JTB とか、JAL とか最近結構ね、これから夏場方も多いと思うんで、飛行機とか取るとね、地味にね、この5%バックとかでかいんだよね。やっぱね、2、3万とかパンパンいくじゃないですか。飛んでいくんで、かなりこの旅行とか楽天トラベル系と組み合わせると、同じ金額使ってるのになんか普通に旅行行った後にね、なんか数千ポイントとか、1万円ポイントぐらいねもらえたりするんで、めちゃめちゃおすすめです。なんか多分1個ぐらい、あると思うんで、 JTB とか、一級とかね、僕は予約する時とか、マイクロソフトもありますし、ダイソンもあるし、結構でかいですよね。シーエンとかもあるしね、これちょっとね見てもらえばなと思います。あとこのですね、ストレージに関して、例えばこれ結構上げると、500に、もちろん内蔵の方がね、便利なんで、お金に余裕があるなら全然こっちがいいと思うんですけども、ちょっとコスパよく使いたいみたいな人は外付けの SSD ですね。大体これ倍に増やすと2万8000円、1テラだと5万6000円、かかってしまうので、ただ定期的にやっぱ動画編集とか、もちろんこのお仕事で使うとだと絶対この内蔵ストレージの方が便利なんで、こっちがいいと思うんですけど、僕の場合なんで1テラにしてますけど、普段使う時で足りるかどうかわかんないみたいな、普通に使う方の場合だと、この外付けの SSD ですね、を使ってもらうと、例えばこれ1テラの、これ多分コスパいいやつなんですけど、32S とかな、ポータブル SSD でタイプ C で挿して
読み込み速度、560Mbps かな。すごい速いわけじゃないんですけど、速度的には十分かなと。で、1テラでこれ7000円とかであるんですよ。2テラだと1万3000。結構これ安いと思う、正直。コスパいいんだとこれが一番今なんかおすすめな気がしますね。セール時だと7000円ぐらい。今そうか。ちょうど今安いんでいいんじゃないかなと。80g で。他にももちろんいっぱいあるんですが、かなりコスパいいんじゃないか。で、タイプ A、C ケーブル。うちもアダプターあるんで、Android、Windows とかでも使いやすいんじゃないかなと思いますね。これはちょっと僕買おうかなと思ってますけど、こういうやつでちょっと逃がしてもらって、でもうちょっと速度いいやつだとこの 1050MB かな bps パーセカンド。多分これ Mac がこのぐらいがマックスだった気がするんですよね。1万円サムスンぐらいで、1テラ。2テラになるとちょっといい値段しますけど、とか買ってもらって、これに Mac に挿して、データ通信できるんで、PS4 とかこれ書いてますけど、小型で7とかはかなりいいし、もうちょっと高いやつとかだと、この結構他の人も紹介してるサンディスクのやつとかもありますんで、1050。速度気になる方はこの T7 とか、この辺使ってみてもいいかなと思います。そしたらかなりお得に使えるというか、ストレージはそんなに気にせず使えたりもするんで、もちろんこのクラウドサービスとかね使ってもらってもいいんですけども、こういうのもありますっていう感じでございました。これの発表会ちょっとねあったんで、ここら辺で他の Mac とかビジョンプロとかね出たんでまとめてます。はい。で Amazon セール時は結構ねこういう感じでおすすめ製品も出てますし、てかここの中の製品正直セールじゃなくてもおすすめのやつばっかなんで、こういった iPhone 系のアクセサリーとかも入れてます。あとはこのコミュニティ欄で今日はこのなんか充電ステーションかな。お得なねモバイルバッテリーとかもうすごい今安いよとか、あと楽天スーパーセールで今日までかなやってるんで、こういうのとか載せたりしてますので、こういうの見逃したくない方はねチャンネル登録お願いします。あと通知ベルを押してもらうとね届きますんで非常におすすめです。ということで MacBook Air 15インチでございました。で Mac のこの選び方動画、M3 のねこの予想みたいなのもありますし、Mac のね M1 じゃあ M2 どっちがいいのかみたいなとこの選び方を見るのが多分一番いいと思うんですけど、おすすめ。多分この3つを見ればかなり詳しくなるんじゃないかなと思います。プロモデルに関しても今新しいやつと、あとは M2 ですね Mac mini とかも全部あるんで、概要欄入れときますね。ぜひ見てもらえばなと思います。15インチは大きい画面が欲しくて、比較的やっぱ重さ軽くて薄型のパソコン、そこまで性能いらないっていう人には非常におすすめかと思いますので、ちょっと検討してみてください。確か13日予約、13日発売かな。予約はもう今できるんで、かっこいいけどね普通に。という感じです。ということでこちらの動画ですね役に立ったなと思ったらぜひグッドボタン高評価お願いします。あとなんか質問あればぜひねコメントいただければ基本的に全部目は通してますので見たいかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。いや15インチもM2 Pro とかね選択できたらちょっと検討したけど僕は13インチ派かな。M3 に期待ですね。